ようこそいらっしゃいませ。ともです。今回の動画はサムネイルを見てアクセスしてくださっている方にはネタバレになる部分はないと思います。話題の中心は鬼滅の刃に出てくる柱についてですが、説明の中に一部別のアニメ作品の画像を使っておりまして、それは宮崎駿の千と千尋の神隠しのシーンです。ネタバレになるようなシーンではないのですが、ほんの少しのネタバレでも絶対に嫌という方はご視聴をおやめくださいね。大丈夫ですか？準備は OK ですか？準備 OK、 大丈夫だよという方はどうぞこの先をご覧ください。それではどうぞごゆっくり。今回の話題は鬼滅の刃の中に登場する役職柱とは何かについてです。2024年春から鬼滅の刃柱稽古編が始まりますね。楽しみですね。現在 YouTube でもアニプレックスの公式サイトでプロモーションビデオが公開されています。もちろん皆さん見ましたよね？私は見ました。さて、柱は日本語ですが、英語字幕でもそのまま柱と使われているようですね。物語の展開を見ると、柱とはなんとなくどんな立場の人なのか、海外のファンにも伝わっているとは思うのですが、でも結局柱って何なの？ともやもやしている人もいるんじゃないのかなと心配しています。この動画を見てぜひ柱についての詳しい情報をゲットして、さらに柱のイメージをがっちり掴んで、鬼滅の刃をもっと深く楽しんでくださいね。今回のトピックは3つです。1つ目、柱の意味を漢字から探る。2つ目、日本語にあるその他の柱。3つ目、柱が神であるその証拠。以上、こちらの3つになっています。最初に柱の意味を漢字から探ってみましょう。漢字というと、中国語圏以外の方の海外の方は漢字難しいというイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、それは誤解です。漢字は絵文字と同じ、そういう感じで受け取ってもらえればいいですよ。さて、柱の漢字はこのような形をしています。この柱という漢字を右と左に分解してみると、こうなります。左側のこの部分は木。絵文字みたいですよね。木の形に見えませんか？右側の部分、こちらはメインとか組織の頭という意味になります。ということで、この2つのパーツからなるこの文字は、お家などを建てるときに欠かせない部分、柱という意味があります。
さて、それでは具体的に縁柱である煉獄さんのことを思い出してみましょう。煉獄さんは炭治郎にこんなことを言っていましたね。俺のところに来い。面倒を見てやる。つまり、このセリフからもわかるように、鬼滅の刃において柱の役割は、隊員の訓練をし、リードし、組織を支える主要な存在であるということがわかります。さて、もう少し柱について掘り下げてみましょう。日本語の中にあるその他の柱について3つご紹介しますね。クイズ形式にしますので、どんな柱なのか考えてみてください。まずは1つ目。これです。こちらの柱。この文字の意味はお茶です。茶柱と読みます。さて、どんな柱でしょう？答えはこれです。矢印の先にある小さいこれが茶柱です。何これ？お茶の中にゴミが入ってるの？と思うかもしれませんね。例えば、皆さんの国の飲み物の中にも、カップの底に茶葉とかコーヒーの粉など、何か少し残っていたり浮いていたりすることはないでしょうか。日本茶の場合にも、お茶の葉や茎が入っていることがあるんですが、たまに絶妙なバランスで茎が縦に立った状態で浮いていることがあるんですよ。これは本当にたまにしか起きない現象なので、日本では今日のお茶に茶柱が立っている、きっといいことがあるぞと喜ぶんです。つまりラッキーシンボルですね。もし皆さんが日本茶を飲むことがあったら、茶柱が浮いていないかどうか確かめてみてくださいね。では、2つ目の柱。こちらです。この文字の意味は大きい。こちらの文字は黒です。大黒柱と読みます。大きい黒い柱。さて、どんなものだと思いますか？答えはイメージイラストになります。こんな感じのものです。ちょっとご説明いたしましょう。この大黒柱という言葉の語源には諸説ありますが、一つをご説明しますね。大きいと黒、この2つの文字を合わせると大黒様という神様の名前になります。大黒様は五穀豊穣とか財運などを司る神様です。昔、家を建てるときに一番大きくて大切な柱のところにこの大黒様をお祭りすることがあったそうです。それが転じて一家の一番大切な人、家を経済的に支えてくれている人のことを大黒柱と呼ぶようになりました。
さて、最後はこの問題です。この柱、どんな柱だと思いますか？この文字はとても大切なものにつける文字です。御柱と読みます。さて、答えはこちらです。そのものズバリ、とても大きな、とても大切な柱のことです。この柱は、諏訪大社という神社にあります。神道というのは、神様のお部屋を定期的に新しくするのですが、その作業、それ自体がそのまま宗教的な儀式となっています。諏訪大社の場合は、1200年前から7年ごとに御柱祭りという儀式を行い、この大きな柱を山から神社まで運んでいます。かなり苛烈で危険も伴う儀式です。諏訪大社のお膝元の地域全体で行っている儀式ですが、観光客も見ることは可能です。ホームページには英語解説のページもありますので、概要欄にリンクを貼っておきますね。さて、ご紹介した3つの柱、茶柱、大黒柱、御柱も含めて幸運など神様の影響が感じられてきましたが、柱と神様、かなり近い存在であることにお気づきではないかと思います。次のコーナーでは、柱が神である証拠についてのご紹介です。さて、ここからのお話は、日本の神道の神様の話になるのですが、日本の神道には神様が大勢います。他の宗教では、精霊とか天使に近いような存在の人も、神道ではすべて神と呼んでいます。神道の神、この英訳について、英語の God、God ですね。こちらを当てることもあるようですが、厳密には違う存在だと思うので、ここでは神道の神様のことを神と表現しますね。さて、神様は一人だけという宗教の人からは考えられないことだと思いますが、日本には神様が大勢いるので、当然、神様を数えることもあります。数の数え方について、日本語や中国語、他にもあるかもしれませんが、数量詞というものを使うんですね。数量詞について非常に雑な例え方をすると、英語で一杯のお茶、このような表現がありますよね。cup of tea。日本語で数を数えるときには、何を数えるにしてもこのカップに当たるものがくっついてくるとイメージしていただければ近いのではないかと思います。さて、話を戻しましょう。神道では神様が大勢いるので、神様を数えるということもたまにはあるのですが、その神様を数える方法についてのお話です。千と千尋の神隠しでは、こんな風に大勢登場していましたけれども、こちら皆様神様です。そして神様を数えるときに使う数量詞が柱なんです。つまり神様がぞろぞろといらっしゃったときに、一柱、二柱と数えるわけです。つまり、
柱は建物の中にある大きな支えというだけではなく、日本では神様に近いイメージで大切な存在として認識されているのです。さて、ここからは余談なんですが、神様の数え方が分かったところで、では、鬼はどう数えると思いますか？鬼の数え方はこうなります。こちら発音するとちょっと特殊で混乱するので、文字の形にだけご注目ください。鬼の数え方は、虫けらとかけだものとかと同じ数え方です。ところが、ここからが日本語の面白いところなのですが、鬼が悔い改めた時点で鬼の数え方が変わるのです。こうなります。発音は省略しますが、この文字は人間を表します。そして数え方も人間と同じになります。鬼が改心すると人間と同じ数え方に変わる。日本語ネイティブの私もこのことについて今まで特に意識して考えたことはなかったのですが、今回この動画を作るにあたっていろいろ調べたことで気づきました。鬼が改心すると人間と同じになる。炭治郎の考え方と似ていますね。さて、本日のおまけです。一つ目は、御柱祭りの案内動画です。お祭り全体の流れや雰囲気が伝わると思います。もう一つはミュージックビデオ。大きな柱を立てて、高い高いビルを建てていく風景が描かれています。スノーマンの歌とダンスとともにお楽しみください。それでは今回のおしゃべりはこの辺でお開きにいたしましょう。次の動画についてのアイディアはいろいろあるんです。こんな感じですが、皆さんどんなのを見てみたいですか？話題にしたいアニメもいろいろあります。あなたの好きなアニメは何ですか？世界中の人とアニメを楽しみたいと思っています。もしアニメが好きならチャンネル登録をして次の動画もぜひ見てくださいね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お相手はともでした。またね。